どうも、作曲家のトイドラです。今回分析していくのは、藤井風のなんなんという曲です。藤井風といえば、紅白歌合戦にも出演していて、もはや押しも押されもせぬ国民的な歌手という感じなんですけれども、その音楽性はもうとにかく色っぽいですね。この曲ももう分析してて僕男なんですけども、惚れそうになりました。まず、コード進行やベースの中に、ものすごく必要に半音で下がるっていう動きが見られますね。この半音の動きがもうところどころに織り交ぜられているおかげで、とにかく色っぽい。そしてなんならメロディーラインも半音の動きが多いです。これはメロディーがブルーススケールを使っているという関係上、効果的な半音の装飾音がとてもたくさん生まれていて、やはり色っぽい響きになっているかなと思います。そして、そういう半音の動きをたくさん取り入れた結果、メロディーと伴奏がすごいぶつかり方をしてしまうっていう箇所が結構たくさん出てくるんですけれども、気にしないですよね。時には野生的にかなり強引なメロディーと伴奏のぶつかり方をしているんですけども、もう気にしません。もうこんな男に引っ張ってってもらえたらどんなにもう嬉しいでしょうね。で、この曲全体としてグルーヴ感がとにかくやばいですね。まず、ドラムですね。ドラムのキックのリズムがかなり極端にシャッフルしていて、グルーヴ感としては独特なものを生んでいます。そして、これはもう藤井風あるあるなんですけども、ベースですね。ベースの動きが素晴らしく、ゴーストノートも山盛りです。で、これも藤井風あるあるなんですけども、メロディーですね。メロディーのリズムが16分単位での裏打ちをしていて、とても細かいんですね。曲全体としては表打ちのリズムなんだけど、メロディーだけが細かく裏打ちしていると。ここに、うまいメリハリが生まれていて、サビでいきなりメロディーが表打ちになると。こういった部分がとても見事ですね。とにかくこの曲はグルーヴ感がすごい。体が動いちゃいます。で、そういう細かい部分もすごいんですけども、僕が特に注目したいのは、この曲の構造ですよね。まず、イントロがとても長い。現代の J-POP というのは、イントロは短くするというのが定番です。長いと聞いてもらえないんですね。飛ばされちゃう。そういうのが定説なんですけども、まるでそれを嘲笑うかのように、この曲の中では非常に長いイントロ。しかも展開が多くて聞いてて全く飽きません。この工夫は目を見張るものがあるっていうことと、あと1番のサビの後に普通2番の A メロに行くんですけども、A メロじゃなくて C メロに進んじゃうんですね。この部分もかなり独特で挑戦的かなと思います。さあそんな感じで挑戦的な一方で、全体的にはね、251を基調とした非常にキャッチーなコード進行。ある意味、コード進行としてはそんなにも難しいことをしていない。と言いつつも、ただやっぱり重要な部分ではしっかりと複雑なコードを使って雰囲気を演出してくるっていうところも憎いんですけれども、この辺でそろそろ曲の分析の方に移っていきましょうか。まずは曲をざっと聴いていただこうと思います。
さあ、こんな感じの曲になっているんですけれども、それではまず、イントロの部分から分析をしていこうと思います。はい、ここまでが、プリイントロ。イントロの中でもさらにイントロの部分というところでしょうか。まずこの本当に一番最初の部分なんですけども、テンポが遅い状態で始まっていきます。で、このギターのね、メロディーライン特徴的ですよね。こういうメロディーラインが流れてるんですけども、これがですね、なんとなく個人的になんかイタリア歌曲っぽい雰囲気なのかなと。そういう明るい響きなのかなと思ったんですけれども、これがもしかしたらどうやら、ワルツ、春の声っていう曲を引用してるんじゃないかと。このワルツ、春の声っていうのは誰でも知ってる曲です。この、超有名な曲、これを引用してるんじゃないか。この部分ですよね。このメロディーライン、半音で下がってますね。でここも半音で、ぐっと下がって、ここも半音で下がって、その後も、めちゃくちゃ半音の動きが多いですよね。この半音の潜り込むような動きっていうのが、なんなんの中でも出てきてるわけです。ここ半音下がってますよね。で、その後も、ここも半音下がってますよね。この動き、なんとなく、春の声っぽいなぁというふうに思うわけです。で、その後のね、このメロディーライン、この下がっていくメロディーラインも、ここのね、下がっていくメロディーラインなのかなというふうにも思いますので、ここの部分は引用されてる可能性があります。皮肉なもんですよね。なんなんっていう、この恋人に対する不満みたいなものを歌った歌なのにもかかわらず、ワルツ春の声を引用するっていうね、この皮肉っぽさは結構面白いかなと思います。で、この辺はコーラスだけで平行移動していきますね。この和音の形は変わらないんですけど、どんどん平行移動していく形でメロディーが歌われています。この部分は、コード進行を一応書いたんですけども、コード進行をしてるというよりも、本当にメロディーラインが帯状に動いてるというふうに考えた方が妥当でしょう。で、ここですよね。ここ僕びっくりしたんですけども、タン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 とこう、歌ってるんですけども、ここに、ってやってるんですね。藤井風が。言ってみれば効果音なんですけども、イントロの段階で、もうこういうなんか、ちょっとね、下打ちなんかしちゃって、結構色っぽいですよね。こういう効果的なことをすることによって、もう聴かせ続けるっていう強い意志を感じます。こういう効果音とかってのは別に音楽的なものではない。理論的に解説することはないんですけども、理論的に解説できない部分だからこそやっぱセンスを感じますよね。藤井風の何とも言えない色っぽさ、こういうところに凝縮してるかなと思います。で、こうしてイントロ、伴奏が入ってくるんですけども、伴奏に入る直前の和音ですよね。この和音、ナポリの2と呼ばれる和音ですね。さっきなんとなくイタリアっぽい雰囲気がすると僕は言ったんですけども、ナポリの2っていうのは、ナポリってある通り、イタリアの音楽家たちが昔使っていた和音になりますので、やっぱりなんとなくここら辺からもイタリア歌曲の雰囲気がするなというふうに思います。そしてここでベースが入ってくるんですけども、こういう風にね、ベースがブーンと下がっていくポルタメントをするんですけども、藤井風の曲の中に出てくるベースはもう年中ポルタメントをしています。とにかくポルタメントが多いっていうのは藤井風のベースの特徴でしょう。これもまたやっぱり色っぽいんですね。で、こうしてイントロが始まって、ようやく伴奏が入ってくるというわけなんですけども、最初はベースがいません。ベースがいないせいで不安定な響きになっています。で、ここで初めてベースが入ってくるんですね。この前半の部分はベースがいないことによって和音がベースが入った後とやや違うものになっています。
で、コードもなんか展開系が変な展開系になってたりするんですけども、ここは実際に和音が展開してるというよりは、本当はあるはずのベースがまだいないよと。そのせいで不安定になっているよというふうに解釈する方が良いでしょう。この曲の中ではこの後も、ベースがいるべき場所にいない。で、その後、満を持して登場する。それによって気持ちいい安定感を得るっていうような展開がいくつか出てきます。さあ、それではベースが入ってきた後の部分を見ていきますが、こんな感じですね。ここからベースラインが入ってきて和音を見ていくことができるようになるんですけども、6の和音から入って、その後、マイナス5の和音に行って、1の和音、そして4の和音と。この辺は要するに2、5、1をずっと繰り返してるっていう感じですよね。2、5、1みたいな感じでね。藤井風の音楽性というのは R&B の影響を強く受けています。R&B という音楽ジャンルではコード進行っていうのは基本的に2、5の繰り返しですね。いろんな調に部分的に転調しながら2、5、1を繰り返していく。そういうドミナント進行を中心としたコード進行が主になっている音楽ですので、藤井風の曲の中でもコード進行っていうのは実は結構シンプルなんですね。ベースラインは常に5度下に向かって下がっていくようなコード進行をとっています。このコード進行はとてもキャッチーなんですね。なんですけど、藤井風のコード進行の特徴的な部分はこれです。半音下降のラインが異常に多いですね。これ必要に半音下降をしてこようとするんですね。ここで半音下降してますよね。こんな感じでね。それがもう本当にもう毎小節かのように現れると。とにかく半音下降をしようとし続けるんですね。ただの251だったら、こういう半音加工っていうのは現れないんですけども、そこに半音加工を挿入することによって、ちょいちょいと複雑な和音がこういう風に現れてくるわけですね。これが藤井風のコード進行の特徴的な部分、旨味ですね。はい、こういった形で、なんかすごくサビっぽいけどまだイントロっていう場所に入っていくんですけども、でここのコード進行っていうのは実は1番の A メロと同じものになっています。はい、で、ここに初めて現れるんですけども、ここのメロディーの音ですね。この音実はアボイドノートになっています。この音とぶつかってますね。こういう風に和音とぶつかってしまうメロディーラインっていうのは今後多く現れるんですけれども、これは、あくまでメロディーラインのペンタトニックを優先した結果現れたというものですね。この曲のメロディーラインは、この曲に限らずですね、藤井風のメロディーラインっていうのは、だいたいいつもペンタトニックで書かれています。この曲の中では、こういうペンタトニックになっていますね。藤井風の場合はここにブルーノートが入って、ブルーススケールとして使うことが多いんですけどもね。この曲の中でもまさにペンタトニックもしくはブルーノートスケールが中心的に使われています。で、こういうペンタトニックから来るスケールっていうのは、スケール自体の安定性がとても強いんですね。ですので、多少和音とぶつかったとしてもペンタトニックをこのように貫き通してもあまり気にならないと。そういうことで和音とぶつかってても気にせずにペンタトニックを使っています。そして、こういう風にメロディーと伴奏がぶつかるっていう状態をあえて作ることによって、キンという鋭い響きが局所的に生まれます。でこれは音楽ジャンルでいうところのファンクというジャンルでよく見られることですね。ファンクではもう本当にとにかく汚い響きを一瞬だけキーンと作って、それによってグルーヴ感を得るということをよくするんですけれども、そういう意味でこの曲の中でもこういうメロディーと伴奏のぶつかりっていうのは、ファンク的な意味でグルーヴ感を生み出すということに寄与しているかもしれません。さあ、そしてここまでのこのね、
コード進行を見てもらえればわかる通り、この和音ですよね。マイナス5って書いてあるこの和音、すごい対応されてます。この後もいっぱい出てくるんですけども、つまりは5のマイナーセブンスという和音ですね。普通5の和音っていうのはマイナーじゃなくて、普通にドミナントセブンスとして使うものなんですよね。マイナーセブンスの状態で5の和音を使うっていうのは R&B でよく使われている技法です。こうすることによって5の和音に緊張感があまりなくなってしまうんですね。人によっては、この5のマイナーセブンスという和音はそもそもドミナントではなくてサブドミナントだというふうに言う人もいます。この和音によっておしゃれな感じ、浮いた感じをさらに強めているというふうに言えますね。さあ、そして、ここですね。ここに変な和音出てきてますね、一瞬だけ。B フラットオーギュメントメジャーセブンスというよくわかんない和音が出てきてますけど、これは、ベースラインが、このように半音下がっていく。さっき言いましたね。もう必要に半音下がるっていう音形を藤井風は曲の中に盛り込んでくるわけですけども、ベースが半音下がった結果として生まれた経過和音というわけですので、あまり気にする必要はありません。このように、ベースラインにしろ、和音の中のこの音にしろ、半音加工っていうのは結構無理やりにぶち込んでくるせいで、和音がたまに変な風にバグってしまう。これも藤井風の特徴ですね。で、その後の部分のコード進行は、ここも2、5、1ですね。ちょっとこの1の和音が変な和音になってますけども、とにかく2、5、1を積み重ねていくっていうのが藤井風のやり方です。その過程で生まれる、このようなね、ノンダイアトニックコード。気持ちいいですね。さあ、で、ここからのコード進行は割と変わっているんですけども、こうですね。この部分も、広い意味で言えば2、5の繰り返しなんですけどもね。ここのコード進行がちょっと特徴的ですね。普通ここにあるべきコードっていうのは、C シャープセブンスですかね。これがあればいいんですけども、その代理コードとして、それが半音下がったようなコードですね。C をルートとするブラックアダーコードがここに入ってるんですね。でこいつがどういう風に動くかっていうと、こういう風にいって、このように動くと。つまり2、5、1ですね。ここのブラックアダーコードは2の和音、つまりサブドミナントとして機能しています。で、その前のところにあるこのコード。こいつは定番のコードですね。こいつ自体も2、5、1という風に動くコードです。だからやっぱりこの曲の中では2、5、1というコード進行が重層的に重ねられていると。で、当然ここらあたりには部分転調も伴いながらこのようなコード進行を行っているということがたくさん出てきますので、そういう部分転調とかと同時にこのやっぱ半音加工のラインがね、必要に混ぜられていくと。同時にこういうことを行うので、こういうよくわかんないコード進行が生まれるわけですけども、これがやっぱり藤井風の味ですね。つまり、ベースになっているコード進行というのは2、5、1。簡単なコード進行なわけです。なんだけど、ここに対して半音加工していくようなラインを混ぜ込んだり、部分転調を伴ったりといったことをすることによって、複雑味を増している。元は単純なんだけども、複雑なコード進行に後から改造するということをする。これによって色っぽさを増してるんですね。で、このメロディーラインのブルーノート。こういう風に、奇妙にぶつかる音っていうのもランダムに混ぜ込む。これによってとにかく色っぽいという音楽性を担保しています。で、ここまでちょっと触れるのを忘れていたんですけども、先ほど見たようにこの曲、ドラムがね、結構特徴的です。こういうリズムなんですけど、これキックがね、すごい、ドン、ドバンっていう、奇妙にシャッフルしていますよね。普通だったらこうですよ。これでもシャッフルしてるんですけども、こういうドラムになるのが普通なんですけども、この曲の中ではキックがかなり極端に後ろに遅れたビートをやっていますね。ドン、ドパンじゃなくて、ドン、ドパンですね。これでも全然変に聞こえません。それどころかむしろグルーヴ感がとてもマシマシに聞こえて心地いいわけですね。
で、そのついでに話しておくと、ベースとね、こういうゴーストノート、とても心地いいですね。これもやっぱりドラムのこのキックのリズムと同じように、グルーヴ感を形作る上でとても重要に働いていますし、ちょっとこの楽譜の中では再現できなかったんですけど、この曲の中で、この頭のところで鳴らされるベースっていうのは、だいたいブーンという風に下にフォールしますね。なんでこの辺がデーン、デデンデーンという風にいちいち下に下がるっていうポルタメントをこのベースはそれぞれ持っているわけです。さっきも言いましたよね。ポルタメントをとにかくやたらと多いよと。で、これはもうこの曲だけじゃなくて藤井風あるあるですね。こういう細かい音程の変化、我々の耳にはとても色っぽく聞こえるんですね。さあ、それではいい加減 A メロに入っていこうと思います。A メロに入る直前のこの和音もね、ブラックアダーコードですね。ベースラインが半音下がる。それ以外のこの上のところでも半音進行がとにかく多い、そういうコード進行なんですけども、そういう奇妙なコード進行なのにもかかわらずメロディーラインは全く意に介せずに普通にペンタトニックですね。結果的に和音とぶつかってるんですけども気にしません。で、こういう風に A メロが始まっていくと、コード進行の方はとても単純ですね。穏やかなコード進行になります。6、マイナス5、1、で、マイナス5、1。なんか6と1と5と4しか出てこない。とてもシンプルなコード進行になっていくわけです。で、それと同時に、リズムもね、ピアノがジャン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 と刻むという、そういうリズムになります。単純な8分音符での刻み。で、そこにベースのリズムもね、基本的にシンプルなものになって、リズム的な部分では、シンプルになっていくのかなと思いきやですね、メロディーのリズムをちょっと見てほしいんですね。すごい裏打ちですよね。ここに対して16分音符ですごい裏打ちしてくるわけですよ。結構果敢な裏打ちですよね、これ。歌いづらそうだなと思うわけですけども、これがピアノの8分音符のこの刻みと、それぞれ対をなすようなリズムになっています。これ両方同時に鳴らすことによって、16分音符すべて音が鳴ってることになりますよね。このピアノとボーカルのそれぞれが補い合うような、こっちは表打ち、こっちは裏打ちっていうリズム。この噛み合い方がね、とても気持ちいいですね。非常にグルービー、グルーヴ感を感じるところになります。このように、藤井風の曲では、伴奏の方は表打ちのリズムなんだけど、メロディーだけやったらと細かい、16部でシャッフルしているという、そういうことをよくしますね。前回分析したもう A 話でもそういう部分は多かったと思います。で、このブルーノート、エッジですね。こういう風にブルーノートが入ってくるっていうのも特徴的な部分です。さあ、そして、ここの和音ですね。ここでやっと、ノンダイアトニックコードが出てきます。ここは、2、5、1という風に、6の和音に向かっての2、5、1なんですけれども、この5の和音が省略されているというか、ちょっとなんか変な和音に置き換えられていて、結果的に2から1へ直行したのかなっていうような感じがするようなコード進行になっています。で、この曲の中で、6の和音に向かう2、5、1っていうのはとてもたくさん出てくるんですね。6調の2の和音、つまり6の和音をトニックと考えた時の2の和音っていうのが、このね、ノンダイアトニックコードになるんですけども、これ心地いい和音なんですね。これがたくさん出てきます。で、この今のコード進行の中で、この弾け飛んでしまった5はどこに行ったんだと。5どこに行ったのかというふうに言いますと、まずこれ上で鳴ってる和音っていうのは Am7 が上で鳴り続けてる。で、ベースラインが、こういうふうに半音下がっていくんですね。ベースラインが半音下がってるのに、上で鳴ってる和音は Am7 もしくは9のまま変化してませんので、これ実は音ぶつかっています。ぶつかってるんですけども、別にそんなこと気にしないんですよね。藤井風はでかい男なので、そんなことは気にしません。そんなことよりも、ベースラインがここでですね、
こういう風に半音でダーンと下がっていくっていうラインを形作ったということの方が大事なんですね。ベースが半音加工していけば、裏コードとかで代表的なように、ベースが半音下がって解決するっていう、こういう展開は、ドミナントの雰囲気を持っていますから、上で鳴ってる和音っていうのは実はこれドミナントじゃないんですけども、まるでここに5の5の和音があるかのような錯覚を覚えるんですね。2、5かな、1という風に。結果的にここは2、5、1の響きをうまく作り出せてるかなという風に思います。でもこのドキッとするようなね、和音のぶつけ方っていうのはなかなかできないセンスがいいなと思うところになります。さあ、で、ここのコード進行になるんですけども、ここでもちょっと変なノンダイアトニックコードが出てきています。このコード進行は割と定番になっている定型のコード進行と言ってもいいと思いますが、本当はここで鳴ってる和音っていうのは C シャープ -7th フラット5であるべきところを C9th にしてるんですね。で、ここっていうのは実は反復進行になっています。これが D 進行1個目ですね。そしてもう1個。ここにも D 進行。要するに、2、5。その後ね、別の調の2、5。これ2、5を2回やってるという、そういう反復進行になっています。やっぱり2、5ですね。2、5、1もしくは2、5を基調に、コード進行っていうのはずっと考えられてますので、キャッチーさを失わないんですよね。2、5っていうのは最も基本的なコード進行になっていますからね。で、ここではB、オーギュ、A が1個多いですね。B、オーギュメントにシャープナインスをくっつけるっていうちょっと変わった果敢な和音を鳴らしてはいますけども、この時にメロディーがめちゃめちゃ伴奏とぶつかっています。なのでこの瞬間ちょっとなんかすごい響きがグワンってなりますよね。このグワンってなった響きの後で、このめちゃくちゃ単純なコード進行ですよね。4、5、1っていう。これかっこいいですね。やっぱメリハリの作り方がとてもうまい。そしてここでもやっぱりマイナス5の和音ですね。5のマイナーセブンスの和音っていうのを効果的に使っています。ここがもしマイナーセブンスじゃないドミナントセブンスだったら、いかにも緊張の和音ですよっていう感覚が生まれちゃうんですけども、ここをマイナーセブンスにすることによって、そっけない。だから何みたいな、そういうあっさりとしたおしゃれな雰囲気になっています。さあ、で、A メロの2回目の繰り返しに入っていくんですけども、この2回目の繰り返しの直前の和音がちょっとだけ面白いですね。やっぱりベースラインっていうのは半音で加工していくんですね。もうこうした気が済まないんでしょうね。半音で下がって色っぽくしないと気が済まない。で、半音下がっていくために、ここは裏コードを使っています。本当は B7th の和音を鳴らしたいところを B7th ではなくて F9th の和音にしようと思ったんだと思うんですけども、ここで F9th にしちゃうとメロディーラインと変な感じでぶつかっちゃうので、それを避けるために Cm 音 F という音コードにしてるのかなというふうに思います。つまり第3音を抜いてるんですね。第3音をオミットすることによってこの音コードを作り出してるんですけども、いい和音ですね。おしゃれな和音です。で、このようにベースを半音で加工させた結果、最初はベースはここにあったんですね。ここに。こういう風にあったんですけども、ベースをここに置いちゃうと、ベースが半音で下がれないと。なので、1回目の時とコード進行微妙に変わってます。ここの和音だけ変わってるんですね。こういう風にコード進行をねじ曲げてまでベースラインにはやっぱ半音で下がらせたいというこだわりが見えますね。さあ、こんな感じで繰り返していくんですけども、ここでギターのおかずが入ってきますね。この音形ですよね。このギターの音形。これかっこいい音形なんですけども、明らかにここのね、変奏ですよね。この冒頭のギターの変奏が A メロの中におかずとして現れてるんですね。つまりここもワルツ春の声の変奏だというふうに言うことができますけども、このね、半音の刺繍音っていうのがとても心地いいなと
いうふうに思います。もうこの曲のテーマはもう何回でも言いますけど、とにかく半音ですね。半音の動きがテーマになっています。さあで、ここでもメロディーがバンドとぶつかるけども、そんなの俺は気にしねえよという、そういう強引な部分ですね。さあ、こうして B メロに入っていくんですけども、B メロから転調します。結構意外な転調になっているかなというふうに思うんですけども。まずここで B7 から G マイナーへ進むんですね。こういうコード進行になっています。つまり5の和音から1ではなくて3の和音に進んだというような進行。3度進行ですね。和音が3度で下がると。3の和音というのもトニックの和音に数えられますから、これは可能なコード進行です。ただやっぱ3度進行っていうのはあんまり行われませんから、ちょっとドキッとしますね。で、このようにめちゃめちゃ明らかに2、5、1という風に進んでいきます。その途中でこのように半音加工していくようなラインがやっぱり挿入されるっていうのはもうおごやきょうですね。ここのピアノの半音加工っていうのは結構無理やりなコード進行になっていまして、上のこの辺の伴奏とかとすごいぶつかってるんですね。まあでも今更ですよね。ぶつかったところで気にする男ではありませんので、藤井風はね。半音加工の画を通していこうと。そういうことですね。で、こういう風に進んでいきます。この辺はコード進行としてはやっぱり単純なんですけども、やっぱりここにも半音加工があると。もういちいち解説はしていきません。さあ、こうして B メロが終わってサビに入っていくわけですけども、最後の部分のコード進行をちょっと見ていきます。これね、転調してるんですけども、転調に気づかないぐらい滑らかな転調が行われていて、とても見事ですね、これ。これどのように転調してるかっていうと、1の和音から4の和音に進みます。で、この4の和音っていうのを、転調先の和音における順6、つまりフラット6のメジャーの和音だという風に解釈するわけですね。で、ここでも、まあ、一種の2-5ですよね。2-5。まあ、本当は、ここの和音っていうのは B フラットメジャーではなくて B マイナーであると、より厳密な2の和音になるんですけども、まあ、拡張して2-5という風に解釈をすることで、うまく転調してるんですね。転調するときにも2-5-1というのは使うことができると。そういうことですね。さあで、ここで F シャープオーギュメント7シャープナインスというね、長短合成和音でありつつ、オーギュメント、これも A が多いな。オーギュメントというね、厳しい和音を使うことによってバッチリ決めていきます。で、その後、5の和音から1に行くのかと思いきや、半音上に上がって6の和音に行っちゃいますね。偽終止です。おしゃれですね。で、しかもここでね、別に変な和音を持ってくるわけでもない。もうまっすぐな G メジャーセブンスですね。ナインスですらない。で、ここに、なんなんという、8分音符2個だけのメロディーライン。これはとても見事ですね。今までずっとメロディーラインっていうのはめちゃめちゃ細かいリズムで裏打ちをしてきてたということは指摘しました。で、このサビの直前もそうですよね。こういう風ですから、16分音符でしっかり裏打ちをしてるという、そういうリズムなんですけども、裏打ちしてたと思ったら、ここで突然、8分音符で表打ちですね。このメリハリは見事です。藤井風の曲の中では、このように、サビの頭にものすごくキャッチーな決めが入るっていうのは、まあ、よくあることなんですけれども、今回もまさにそのパターンですね。ついでに言うと、メインボーカルじゃなくてコーラスの方が、サビの頭で歌ってます。これも藤井風あるあるですね。前回のモーエアもそうですね。コーラスがサビの頭を歌ってるんですけども。で、その後で、このギターのおかずもすごいですよね。これ超かっこいいと思います。でこの超かっこいいギターのおかずを見てみると、
やっぱり半音の動きがここに隠れてますね。とにかく半音で動かして色っぽくする。そういう姿勢はずっと貫かれています。で、このサビのメロディーラインもとにかくわかりやすくペンタトニックですね。で、ここのコード進行なんですけども、ここで、5、1と進む。これはもうさっきまででも何回も見てますね。で、その後、6調における2。さっきこれも話しましたね。6の和音に対して向かっていく2、5、1っていうのをよく使うと言ったんですけども、ここでも5が省略されてますね。2から1へ直行する形になってしまっています。ただ、細かいことを言うと、実は、ここで6調における2が鳴らされた後で、ピアノが、この1個の音ね、D の音を弾いてます。この D の音っていうのは実は6調における5の和音のルートに当たる音ですね。つまり、本当だったら a マイナーの次に D セブンスが来るはずなんですよね。で、その後で、このように G メジャーセブンスに進むと。そういうコード進行になるはずなんですけども、2、5、1のこの5の部分の和音っていうのは省略されていて、この単音 D の音しか残っていないというわけですね。とはいえ、やっぱりここに D の音が1個だけ置かれているのは、その251の5を省略したことによる、なんでしょう。申し訳ないからここに D の音1個だけでも置いておこうかなみたいな、そういう感じで置いてあるんだと思います。で、この2回目の繰り返しのところでも、やっぱり6の和音に対する5、6調の5の和音が置かれていて、ここの6の和音に対して部分転調が敷かれているということがわかります。6調に対しての部分転調ってのは効果的だということが言えます。さあ、で、ここにさっきを見たような裏コードが差し挟まれて、半音加工のエッチなラインがここにちゃんと用意されていますね。さあ、このように進んでいきました。これでサビが終わるんですけども、ここら辺もコード進行はやっぱりベースとしてはすごくシンプルなものですね。ただ、やっぱりこういう風に半音加工が含まれることによって、裏コードという形でこの複雑な和音が生まれていると。ついでに言うと、ここ、メロディーめちゃめちゃぶつかってますよね、これ。とんでもないぶつかり方してるんですけども、こんなぶつかり方しててももう気にしない。藤井風はやっぱ男ですね。さあ、こうしてサビが無事に終わっていきました。サビが終わったら2番の A メロかなというふうに思いきやですね、この曲では1番が終わると、いきなり C メロに入っちゃうんですね。一番サビの終わりが C メロっていうのは僕はあんまり見たことがないというか初めて見ました。この曲は構造がすごいですね。イントロ部分がとても長大だったということもそうですし、1番のサビが終わった後で C メロに入っていくっていう部分もそうですし、この曲は構造レベルでも挑戦的な試みがなされています。ちなみにこの C メロが終わった後は普通に B メロに入っていってサビに入って、2番のサビが終わった後、感想としてもう一回 C メロが流されるんですね。なかなかこの発想はなかったなというふうに思います。で、C メロに入っていくにあたって、もう一回転調していきますね。今度は F シャープマイナーの調に転調していきますが、このようにここでは6調に対して2、5が用意されています。2、で5。で、その後6の和音に行けばいいものを、6の和音には行かずに、言ってみるならば6のシャープマイナーセブンスフラット5というちょっとひねった和音に進んでいくんですね。ピアノで弾くとこういうコードになりますね。こういうコード進行になりますね。フォントだったら、こういう風に進むのがいいんですけども、ここではこの和音の代理コードとして、この和音に進んでいくっていう形をとっています。取っているんですけども、さっきの前奏の時と一緒で、1回目の時にはベースがここにね、いないんですね。ベースが不在になってるせいで、この和音が、見かけ上違う和音になってしまってます。
こっからベースが入ってきますね。で、ベースが入ったことによって、G シャープマイナーセブンスフラット5というさっき話した和音になってます。ベース入ってくるときにはやっぱりエッチな感じでポルタメントをして入ってきますね。ブーンという風に上がってきて入ります。で、ここのコード進行ですね。超シンプルな251です。やっぱりこの部分は変わりませんね。どんなに挑戦的なことをしていても、ベースとなっているコード進行は251。これがキャッチーな曲になる帰結だということですね。で、ここでこのギターのおかずが入ってるんですけども、これいいですね。かなりグルービーな雰囲気を出していて、いい感じだと思います。で、ここから B メロに、2番の B メロに入っていきますけども、その前のところではやっぱり、2、5、そして1ですね。6の和音に対しての2、5、1。徹底されています。こんな感じで2番にまた入っていくんですね。2番の A メロというのは存在しませんので、さっき聞いた1番の A メロはもう使い捨てで今後出てこないんですね。なんかもったいない感じがしますけども、そんなことはくよくよしないと。僕ぐらいの人間だったらね、なんかかっこいい A メロできたら使い回したくなっちゃうんですけども、やっぱ藤井風はそこら辺がすごいなと思います。さあ、そういうわけで分析は以上ですね。正直話そうと思えばいくらでも話せてしまうので、この辺で切り上げておこうといった感じなんですけども、藤井風の音楽はやっぱりコード進行を見てみると、ベースになっている部分はシンプルだということがわかります。R&B、251を基調としながら部分転調を行っていくと。そんなに突飛な変な和音がいきなり出てくるってことはありません。なんだけども、とにかく繰り返し言いたいことが、藤井風は半音下降のラインというのを必要に和音の中に用意してくるということですね。でそのために、裏コードのようなコード進行。これはベースが半音下がるコード進行ですね。こういうものが品出します。で、時と場合によっては結構無理やりそれをやるので、おっと思わせるようなあまり見ないコードっていうのも曲の中に現れてくることがあります。そしてやっぱり部分転調っていうものもね、この曲の魅力になってますよね。部分転調によるノンダイアトミックコードが多いっていうことも分かってもらえたかなというふうに思います。シンプルなようで奥深いですね。自由奔放なように見えて、ところどころ繊細な部分がある。そういう音楽なのかなというふうに思います。さあ、いかがだったでしょうか？藤井風の曲を2曲分析してみて、もうとにかく色っぽくて、惚れてしまいそうになる音楽。僕が女だったらもう一瞬で惚れてたでしょ。分析どころじゃなかったですね。藤井風に関しては、音楽理論的な部分だけじゃなくて、やはり、その魅力的な歌声であるとかね、あと岡山弁の歌詞、こういったところにも特徴がありますので、単純に真似するのは難しいかなというふうには思うんですけれども、現代日本でも光る音楽性かなというふうに思いますね。で、分析はこの辺までということにしておこうと思います。もし面白いなと思っていただけましたら、チャンネル登録及び高評価の方よろしくお願いいたします。では本日はここまでです。ありがとうございました。